皆さんこんにちは、アンリです。今日はリコーが GPT-5 級の日本語 LLM ラマ3.3リコーを700億パラメータで発表し、楽天が楽天 AI3.0 をアパッチ2.0ライセンスで完全オープン化、そしてデジタル庁の生成 AI 基盤源内が5月1日から全府省庁18万人を対象に大規模実証へ突入したという国産 AI が主権、オープン、政府実装の3軸で同時に動き出した日のニュースを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。たった2日間で日本の AI 地図が一気に書き換わりました。リコーが GPT-5 級と主張する金融特化 LLM を発表。楽天が世界レベルの大規模モデルを完全オープン化。デジタル超限内波18万人規模の実証稼働へ。日本の AI が研究フェーズから実装フェーズへ完全に移ったことを示す3つの動きがゴールデンウィーク中に同時に走り出しています。今日は2026年5月4日月曜日、緑の日です。本日のニュースは5月1日にお伝えした国産 LLM 大構成 LLMJP4 が GPT-4 を超えと4月29日にお伝えしたデジタル超限内の OSS 公開とは別軸の動きです。前回は NII 主導の研究モデルとデジタル庁による無償公開のニュースでしたが、今日は民間大手のリコーと楽天が独自のフルスケールモデルを世に出し、政府の源内が18万人規模で実際に走り始めたという産業実装フェーズの話になります。専門用語が多くなりますが、必ず言い換えを添えますので最後までお付き合いください。まず一つ目のセクション、リコーが完成させたラマ 3.3 リコー700億パラメーターの金融特化 LLM です。リコーといえば複合機やプリンターで知られる日本の事務機器メーカーですが、近年は AI の研究開発に巨額投資を続けてきました。そのリコーが2026年5月3日、独自の日本語 LLM ラマ3.3リコーを完成させたと発表しました。日経エクステックの速報が X で3300件以上のいいねを集め、5月のゴールデンウィーク期間で日本の AI 関連ニュース最大トピックになりました。仕様は次の通りです。パラメータ数700億、ベースはベイ。メタ社のオープンソースモデルラマ 3.3 で、これに日本語データを大量追加学習させたものです。日本語ベンチマークエライザータスクス100で、リコーは GPT-5 級のスコアを記録したと主張しています。ベンチマークというのは AI の性能を測るテストのことで、エライザタスクス100は日本語のさまざまな指示に対する応答品質を採点する代表的な評価手法です。重要なのは想定ユースケースが明確に金融業務、特に融資の稟議書作成や審査の自動化、つまり銀行が顧客にお金を貸すかどうかを決める社内文書の作成や審査支援に絞り込まれている点です。さらにオンプレミス運用、つまり自社データセンター内で完結して動かせる構成も用意されています。これは外部クラウドにデータを出せない金融機関や観光庁にとって決定的に重要なポイントです。一部の X ユーザーはエライザタスクス100で同等イコール GPT-5 に勝ったではないと冷静に指摘していますが、本質は別のところにあります。本質はオンプレミス×金融特化 ×700B という国内で実装できる構成を日本企業が初めて具体的に示したことです。次に2つ目のセクション、楽天が楽天 AI3.0 をアパッチ2.0で完全オープン化した件です。続いて楽天です。楽天派2026年3月17日、独自の大規模言語モデル楽天 AI3.0 をアパッチ2.0ライセンスで公開し、5月時点で本格稼働フェーズに入っています。アパッチ2.0というのはオープンソースライセンスの中でも特に自由度が高いもので、商用利用、改変、再配布のすべてが可能です。
楽天 AI3.0 の仕様は次の通りです。パラメータ数は約7000億の混合エキスパート、英語表記でミクスチャーオブエキスパーツ、略して MOY と呼ばれるアーキテクチャーです。MOY というのは複数の専門家 AI を切り替えながら使う仕組みで、巨大なパラメータ数を持ちながら推論時には一部だけを動かすので電力効率が良くなります。楽天は社内検証で他社の同規模モデルと比べて電力消費量を最大 90% 削減したと報告しています。背景には経済産業省ネド主導の GENIAC プロジェクトがあります。GENIAC は生成 AI モデル開発力強化に向けた取り組みの略称で、日本国内で大規模 AI モデルを作るための国家プロジェクトです。楽天 AI3.0 はその最大規模の成果物として位置づけられています。すでに楽天モバイルの楽天リンクや楽天トラベルの AI ホテル探索など自社サービスへの組み込みが順次始まっています。注目すべきは国内大手企業によるアパッチ 2.0 完全オープン化が極めて稀である点です。これにより楽天以外の企業や研究機関、個人開発者が楽天 AI3.0 を土台に新しいサービスを作ることが法的に可能になりました。3つ目のセクション、デジタル庁限内が5月1日から全府省長寿8万人で実証スタートした件です。次に政府側の動きです。デジタル庁が開発するガバメント AI 源内が2026年5月1日から本格的な大規模実証フェーズに突入しました。期間は2026年5月1日から2027年3月31日までの約11ヶ月間。対象は中央省庁の全職員およそ18万人です。源内というのは、土時代のは爪か平が源内にちなんだ呼び名です。デジタル庁は2026年4月24日、源内の Web インターフェース部分とラグ開発テンプレートを GitHub で OSS 公開し、ライセンスは MIT 商用利用も可能としました。ラグというのはリトリーバルオーグメンテッドジェネレーションの略で、既存の文書データベースを検索してその内容をもとに AI に回答させる仕組みのことです。問い合わせ応答や社内マニュアル検索など行政や企業の業務システムに非常に相性が良い方式です。源内は複数の国産 LLM を使い分ける設計になっており、選定された7つのモデルは7人の侍と社内で呼ばれています。各府省庁が自分たちの業務に合ったモデルを切り替えながら使えるという構造です。今回の大規模実証で重要なポイントは2つあります。1つ目、地方自治体や民間企業が源内のソースコードを再利用して独自のガバメント AI を低コストで構築できるようになります。これは国の技術投資が地方や民間に波及する重要なメカニズムです。2つ目、18万人規模での実運用は日本における生成 AI の大規模実証としては過去最大級です。1月時点で一部府省庁の使用、3月に LLM 選定、5月本格展開、夏以降に拡張という当初計画通りに進行しています。4つ目のセクション、3つの動きをつなげて見える国産 AI 試験の新章です。今日の3つの動きを並べると日本の AI 戦略が次のフェーズに入ったことが見えてきます。第一の軸、主権 AI です。リコーのラマ 3.3。 リコーはデータを外に出さないオンプレミス構成を前提にしています。金融機関や官公庁にとって米国クラウドにデータを送らずに済む AI の登場は安全保障の観点から極めて重要です。第2の軸、オープン化です。楽天の楽天 AI3.0 はアパッチ 2.0 という自由度最大のライセンスで公開されました。これは日本の AI 技術を国内外で広く使ってもらうという明確な意思表示です。中国のディープシーク、欧州のミストラルと並んでオープンソースの大規模モデルを世界に提供する第4局として日本が動き始めました。第3の軸、政府実装です。デジタル庁限内の18万人実証は
AI が使えるかもしれない段階から実際に毎日使う段階に入ったことを意味します。府省庁での運用知見は地方自治体や民間企業に必ず波及します。5つ目のセクション、注意点と冷静な視点です。ここで一度冷静に見るべきポイントも整理します。1つ目、ベンチマークの読み方です。リコーが GPT-5 級と主張するのはエライザタスクス100というテストでの話で、全ての用途で GPT-5 を上回るという意味ではありません。ベンチマークは特定の課題セットに対する成績で、実務での性能とは必ずしも一致しません。2つ目、アパッチ 2.0 の自由度には責任もあります。楽天 AI3.0 を再配布する場合、楽天の著作権表示やライセンス分の保持など最低限のルールがあります。完全自由ではなく責任を持って自由という意味です。3つ目、現内の18万人実証派11ヶ月かけて行われる長期プロジェクトで、初期には現場の混乱や使いこなしの課題が必ず出てきます。すぐに大成功とはならず、改善を重ねながら定着するプロセスを見守る必要があります。6つ目のセクション、日本人の私たちにとっての示唆です。最後に私たちがどう動くべきかを整理します。ポイントは3つです。1つ目、自分の業界や勤務先で外部に出せないデータがどれくらいあるかを意識してみてください。リコーや楽天のように国内オンプレミスで動く AI が選択肢になる場面が今後増えていきます。2つ目、デジタル庁のソースコードは MIT、楽天のモデルは Apache2.0 で、いずれも商用利用可能です。中小企業や自治体が国の技術成果を活用して自社システムを安く強化できるチャンスが広がっています。3つ目、自分の住んでいる自治体が現内をベースにした AI サービスを今後導入するか、ぜひ意識してみてください。これは生活と直接関わる動きです。ここまでをまとめます。今日の主軸は3つです。第1に、リコーが700億パラメータの日本語 LLM ラマ 3.3 リコーをエライザタスクス100で GPT-5 級として発表し、オンプレミス×金融特化という具体構成を提示したこと。第2に、楽天が楽天 AI3.0 を Apache 2.0 ライセンスで完全オープン化し、約7000億パラメータ MOE と電力 90% 削減という世界レベルの仕様を公開したこと。第3に、デジタル庁の現内が5月1日から全府省庁中8万人を対象に11ヶ月間の大規模実証を開始したこと。日本の AI が研究と発表の段階から実装と運用の段階へと一気に進み始めたことをしっかり押さえておきましょう。ここで視聴者の皆さんに3つのアクションをお願いします。1つ目、ご自身の業界で外部クラウドに出せないデータの規模感をざっくりで良いので一度棚卸ししてみてください。オンプレミス×国産 AI が選択肢に入る瞬間が必ず来ます。2つ目、楽天の楽天 AI3.0、デジタル庁の現内のソースコードのいずれかを GitHub 上で一度覗いてみてください。コードをかける方なら業務の自動化施策が一気に楽になります。3つ目、自治体や勤務先が国の技術成果を活用した AI 導入を計画していないか、社内や地元の広報を意識的にチェックしてみてください。情報を早く掴んだ人ほど転職や事業機会で先手を打てます。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で